エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は3年ぶりに新しくなった iPad mini の A17 Pro モデルをレビューします。今回の iPad mini はペンやメモリの性能が高性能な iPad Pro や Air と同じになってお絵かきタブレットとしてもすごく使いやすそうなので、実際にいろいろ使ってみてペンの書き心地などを詳しくレビューしてみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。箱の絵は前と一緒で中に説明書、AC アダプター、ケーブルが入っています。本体の色は新色のブルーを選んでみました。普通の iPad と比べると薄めで落ち着いた感じです。重さが 293g しかなくて片手でも楽々持てます。iPad Pro 13インチの半分くらいの大きさでとても小さいです。本体のデザインは前とほとんど変わってなくて、裏側の文字が iPad から iPad mini になっていたり、セルラーモデルの物理 SIM が eSIM になっていたり、USB-C や Wi-Fi の通信速度が速くなってたり、少しの違いはあるけど、それ以外は前とほとんど一緒です。カメラやスピーカーの性能も変わってないし、前のデザインを流用してその分価格を安くした感じだと思います。ケースやフィルムも前のミニと同じものが使えます。今回はなるべく軽くしたいので、蓋のないシンプルなケースとペンの書き心地が良くなるペーパーライクフィルムも買ってみました。ペーパーライクフィルムは画面が白っぽくなったり、表面がザラザラしていてタッチ操作に向かないので、お絵かきしない時に簡単に剥がせる着脱タイプにしました。カメラにフラッシュがついていて、書類や線画を綺麗に撮影できるようになっています。見た目は変わらないけど、プロセッサが A15 から A17 Pro にパワーアップして、最新のゲームも快適に遊べるようになったのと、スタイラスペンも最新の Apple Pencil Pro が使えるようになりました。ロック解除は顔認証ではなく、電源ボタンのところが指紋認証になっています。ホーム画面の見え方はこんな感じで、小さな画面にアイコンをギュッと詰め込んだ感じですが、スマホよりも一回り大きいのでちゃんと操作しやすいです。画面の解像度が高くて表示が綺麗なので、小さな文字もくっきり読みやすいです。画面の性能も普通の iPad より高くて、公式機で発色もプロや Air と同じくらい綺麗で、クリエイティブな用途にも安心して使えそうです。普通の液晶なので、OLED の iPad Pro と比べると黒いところが白っぽく見えたり、明るい場所で画面が少し見にくくなりますが、タブレットの中では綺麗で見やすい画面だと思います。ベゼルの太さは iPad Pro と同じくらいですが、画面が小さい分ベゼルの占める割合が多くなるので、ベゼルの存在感が少し気になります。最近のスマホはベゼルがほとんどないので、スマホに近い大きさのミニはベゼルをもう少し細くして、その分画面を大きくしてくれると嬉しかったです。あと画面のリフレッシュレートが 60Hz のままで、画面を書き換える速度がプロよりも遅いので、画面の残像も少し気になります。プロセッサが iPhone 15 Pro と同じになったので、リフレッシュレートも同じ 120Hz になってくれると嬉しかったです。次のミニは画面が OLED になる噂があるので、その時は画面がもっと良くなるのに期待したいです。プロセッサの性能はタブレットの中ではかなり高性能だと思います。同じプロセッサの iPhone より性能が低いのはなんでかなと思ったら、 iPhone を作る時に使われなかった少し性能が低いものを再利用しているらしいです。なので動画の書き出しとか重たい作業をすると iPhone よりも少しだけ遅くなりますが、普通に使う分にはサクサク快適に動いて気にならないです。ミニは本体が小さいのでバッテリーの容量が少ないですが、プロセッサが iPhone と一緒で消費電力が少ないのでバッテリーの持ち時間が長いのはいいと思います。 iPad Pro のプロセッサは Mac と同じ M4 チップなので、 iPad をパソコンのように操作できるステージマネージャーが使えたり、ミニよりも高性能ですが、それ以外は体感できるような違いがなくて、アプリの起動速度もほとんど変わらないし、最新の 3D ゲームもとても快適に遊べました。 iPad Pro は大きすぎて手持ちでゲームするのには向きませんが、ミニは横持ちで操作しやすいのでゲームを楽しみたい人にも良さそうです。新機能の Apple Intelligence も使えるようになるし、アプリの動作も快適で、ほとんどの人はミニでも困らないと思います。ゲームはストレージ容量をたくさん使うので、ゲームをしたい人は 256GB 以上を選ぶと良さそうです。画面の発熱は普通に使うときは気にならないけど、ゲームをしたりすると暖かくなります。前のモデルで問題になっていた縦向きでスクロールすると画面が歪むゼリースクロールはまだ少し残ってる気がするけど、前よりはだいぶ良くなっている気がします。次の新型で画面が OLED になれば、その時には完
全に解決しそうですが、次の新型が出るのにまた3年くらいかかるかもしれないので、そんなに待てないよという人はお店で気にならないか確認すると良さそうです。次はペンの書き心地をチェックしてみます。今回の iPad mini は最近の iPad Pro や Air と同じ新型の Apple Pencil Pro が使えるようになって、今までの第2世代のペンは使えなくなりましたが、USB-C の Apple Pencil や Amazon の安いペンはそのまま使えました。ペンの書き心地は高性能な iPad Pro と比べるとほんの少し遅延があるような気がしますが、重めの筆も結構サクサク動くし、3D モデルをたくさん置いたりしてもほとんど処理落ちせずに快適に動くので、お絵かきにもちゃんと使えそうです。Apple Pencil Pro はペンを操作するとブルッと震えて教えてくれたり、ペンの横を握るとこんな風によく使うツールをペン先に出せるスクイーズや、ペンを回転すると筆の形が変わるバレルロールが追加されて、前のペンよりも高機能になっています。iPad mini は画面が小さくてツールを出しっぱなしにすると作業エリアが狭くなってしまうので、普段はツールを非表示にして使う時だけスクイーズで出せるようになったのはいいと思います。ペンをグーで握るような持ち方の人はそのままだとスクイーズが誤作動してしまうので、ペンの設定で感度を下げると誤作動しにくくなります。バレルロールはお絵かき用の丸い筆だとペンを回しても形が変わらないのであまり使っていませんが、アート系の絵やカリグラフィーを直感的に描きたい人には楽しそうな機能だと思います。あと、ペンを浮かせた時にカーソルやペンの影が表示されるホバー機能もちゃんとついています。ペンの書き心地は前のペンとほとんど一緒な気がするので、今紹介したような新機能がいらない人は型落ちの iPad を安く買う方がコスパが高い気がします。ペンをあまり使わない人や文字を書ければいい人は安い USB-C の Apple Pencil や Amazon のペンで十分だと思います。ただ、安いペンは筆圧感知に対応していなくて、ペンの筆圧を変えても線の太さが変わらなくて絵が描きにくいので、お絵かきに使いたい人は少し高いけど Apple Pencil Pro をおすすめします。iPad mini は画面がフルラミネーションで奥にへこんでいないので、ペン先と線が離れて見えるような視差が少なくて発色も綺麗なので、書き心地は一番安い普通の iPad よりも Air や Pro に近いと思います。ただ、ミニは画面が小さいので、絵を描くときはキャンバスの拡大縮小や移動を何度もしないといけなくて、キャンバスサイズ大きめのイラストや漫画を描いたりするようなプロの人が長時間作業するのにはあまり向かないと思います。文字を書くのにはちょうどいい大きさなので、どこでも気軽にお絵描きしたい人や、勉強や仕事で気軽にメモ書きできる小さいタブレットが欲しい人に向いていそうです。あと、ミニは文庫本みたいな大きさなので、漫画や小説もスマホより読みやすく、通勤通学やカフェで電子書籍を読みたい人にも良さそうです。他の iPad だと少し大きくて、電車とかで使うと少し威圧感がありますが、ミニは文庫サイズで外で気軽に使いやすいのもいいところだと思います。今回の新型で個人的に一番嬉しいポイントは、メモリが iPad Pro や Air と同じ 8GB に増えたところです。メモリが多いとお絵かきアプリのレイヤーをたくさん使えたり、重たい作業をしてもアプリが落ちにくくなるのですが、前のミニはメモリが 4GB しかなくて iPad Pro の半分くらいしかレイヤーが使えなかったので、今回メモリがプロと同じになってくれたことで、プロじゃないと開けないような重めのデータもミニでそのまま開いて編集できるようになったのは嬉しいです。安くなった前のミニと今回の新型ミニで迷っている人は、アプリの動きや使用感は前のミニとそんなに変わらないので、 SNS や動画を見るくらいでそんなに重たい使い方をしない人なら前のミニでも大丈夫だと思います。ただ、今後のアップデートで iPadOS やアプリの機能が増えると、メモリができるだけ多い方がアプリが落ちにくかったり快適に使えると思うので、できるだけ長く使いたい人は少し高いけど新しいミニの方がいいと思います。新しいミニは13インチの iPad Pro や Air を使っていて、サブの小さな iPad が欲しい人に特に向いていると思います。13インチの iPad は大画面で作業しやすいけど、外に持ち運ぶのが大変なので、長時間じっくり作業したい時はプロを使って、外出先や読書はミニを使うみたいにお互いの弱点を補い合えるのがすごくいいと思います。メモリが増えて
でプロと同じデータを安心して扱えるのも嬉しいです。11インチの iPad を使っている人はミニとサイズの差があまりなくて、13インチの人ほど一緒に使うメリットは感じないかもしれないです。初めて iPad を買う人もいきなりミニを買うとスマホを少し大きくしたような感じで、これならスマホでいいやってなりそうなので、最初は普通の iPad や Air の11インチモデルを買った方がいいと思います。普通の iPad は一番安くて買いやすいけど、そろそろ新型が出そうなので、今は Air 11インチの方が良さそうです。最後にストレージ容量についてですが、私はいつも 100GB くらいしか使わないので、一番安い 128GB にしました。前は一番安いのが 64GB で容量不足が心配でしたが、128GB に増えて価格も78,800円に値下げされたのは嬉しいです。ただ3年前は59,800円で買えてたので、前みたいに気軽に買えなくなったのは少し残念です。iPad mini は買う人が少ないからなのか、3年ぶりのアップデートなのに箱や本体のデザインが前と一緒で、他の iPad より力を入れられていない感じが少し切ないですが、その分価格が安く性能も良くなったのは嬉しいです。特にメインで使っている iPad Pro とペンやメモリ容量が一緒になって連携しやすいところがとても気に入ったので、これからサブのタブレットとして愛用していきたいと思います。iPad mini が気になっている人はよかったら参考にしてみてください。今回紹介した製品のリンクは動画の概要欄に書いておきます。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵描き関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。